はい、今回はクーラーボックスの中に保冷バッグを入れたら保冷力が上がるんじゃないかと思ったので実際にやってみようと思います。凍ったペットボトルで検証してみます。今日は炎天下ってやつですね。でね、畑でやろうとしたらクーラーボックスの外側が溶けるんじゃないかってくらいベニョンベニョンになってきたんで、柔らかくなってきたんでね、家のベランダで実験します。ここの日陰の温度は37度ぐらいですね。で、使うのはロゴスの35リットルのクーラーボックス。安価なクーラーボックスです。保冷力は値段相応的な、感じですね。で、中に保冷バッグ。あと100均とかでも売っているギンギラの薄っぺらいこいつね。これも入れて試してみます。この緑色のやつも、確かダイソーで買ったような気がするんだけどね。いくらか忘れたけどね。100円じゃなかったけどね。クーラーボックスには大きめの保冷剤と小さい保冷剤、もらったやつね。買い物とかした時にくっついてくる保冷剤ね。これを多数入れています。で、保冷バッグには小さい保冷剤を数個。100均の保冷バッグには大きめの保冷剤が1個。それぞれに凍ったペットボトルを2本ずつ入れています。で、こいつだけ、1個だけね、普通の大きさで、他は同じ500サイズだけどちょっとスリムなペットボトルになります。今は午前11時です。クーラーボックスのみと保冷バッグ、安い保冷バッグ、どれくらい持つのかというわけで、このまま放置してみましょう。はい、夕方になりました。時間的に4時間半ぐらい経ったんですけどね。気温は36度ぐらいですね。まだ暑いです。中がどんな感じか見てみます。ボックスのみの氷はちょっと溶けてきていますね。2割ぐらい溶けているかなって感じです。安い保冷バッグはまだ溶けていません。凍ったままですね。となると下の保冷バッグはカッチコチです。ではこのまま明日になったらどのくらい溶けているのか、明日また見てみますね。はい、次の日になりました。今はお昼です。気温は34度くらいですね。約25時間経ってどうなっているのか見てみましょう。溶けていますね。見事に溶けています。まだ冷たいんですが、氷はほとんどない感じですね。こっちは氷が少し残っているようですね。昨日の夜は熱帯夜でしたから厳しかったかなとも思います。保冷剤も冷たいですが柔らかくなっています。ではこの安い保冷バッグね、ギラギラのやつを見てみます。氷が残っています。半分ぐらい溶けた感じかな。半分近く溶けてますね。保冷剤は柔らかくなっています。お次はちょっと高い保冷バッグ。ほとんど凍っています。この申し訳程度の保冷剤は硬いままと柔らかくなったやつがあります。2割ぐらい溶けた感じかな。氷は8割近く残っていました。真夏で24時間ぐらい、1日放置しての氷の状態は、こっちは氷がね、ほとんど溶けてんだけど少し残っているっていう感じで、安い保冷バッグは半分、ちょっと厚めの保冷バッグ、これはねほぼ氷が残っているという結果になりました。クーラーボックスでも小窓から取り出せるやつとかあるんですけど、それは長持ちするかもしれませんが、安いクーラーボックスなら保冷バッグと組み合わせることによって保冷が倍増しますね。あとこれに詰めることによって食品も分けれるから匂いとかも移ったりしなくていいと思いますね。誰かの参考になれば幸いです。ではまた。